ハブスティーこんにちは、花だよ。皆様いかがお過ごしでしょうか。最近、本気で暑くて、梅雨終わったのかなと思うんだけど、昨日とかもずっと暑すぎてずっと日焼け止め塗って、もうね、服1枚、もうなんか T シャツでも暑いみたいな。T シャツでも、ね、服がくっついて暑いって感じで、最近服が結構迷走中って感じなんだけど、みんなどう暑いよね。気をつけてね。私はもう本当に海に行きたくてしょうがなくて、来週海に行くのだからそれがすっごい楽しみ。今日のテーマは服がない。服があるのに着る服がない。そんなあなたにお届けする動画となっております。この現象はよくあることだと思うんだけど、私も結構なってるのね。なんでこんなクローゼットの中にいっぱい服があるのに全然着る服がないみたいな。あとは自分のスタイルが分からなくなったみたいな。私って何が好きだっけってなったりとか、私もそういう時期全然あったし、多分これからも訪れると思うから、そういう時に私がどうやってなんか自分の好きなスタイルを探してたとかをお話ししようかなと思ってる。自分の好きなスタイルに出会う方法だったりとか、自分の好きなお洋服の見つけ方についてもいろいろお話ししようかなと思っております。先日というか、結構前に賢いお洋服の見つけ方っていう動画を出して、そこではファストファッションについてのことだったりとか、トレンドどうやって私がお洋服を選んでるのかだったりお話ししたんだけど、それについても少し触れながらまた新しくいろいろお話ししようかなと思ってる。で、一応紙にまとめたんだけど、何個あるのかな、10個用意したので、それを一つずつちょっといろいろ自分のことも含めながら話そうかなと思ってるから、よかったら最後までお聞きください。私と一緒にこのトピックについて考えてくれたてか、お話し相手になってくれたらいいなって思ってる。では話したいと思います。まず一つ目、インフルエンサーを見つけたりとか、スタイルの参考になる人を見つける。これは私も前からっていうか、ずっとしてることだし、みんなもしてる子多いんじゃないかなと思うんだけど、インスタとかだとファッション系インフルエンサーって言われるような方がすごいいっぱいいるわけで、タグ付けをされてたりするのね。投稿にそのお洋服のブランドがタグ付けされてたりとかするから、そこからそのタグ付けされたお洋服のブランドに飛んで、私ってこういうスタイルが好きなんだって発見があったりとか、自分の好きなブランドを見つけるきっかけにもなるし、私は海外セレブのファッションを見るのがすごい好きなんだけど、私が参考にしてる人で言うとベラ・ハディットはもう本当に大好き。もう本当ベラ愛してるって感じで、ヘルシーな、すごいシンプルだけど可愛いみたいな感じのお洋服大好きだから、彼女見てみてるし、あとリリー・ローズ・デップっていうジョニー・デップの娘の可愛い子がいいんだけど、その子のファッションも本当に大好き。これはベラよりももっとシンプルにした感じで、もう本当さらっときてるの。下着とかもつけてないんじゃないかなってくらい、本当に服って感じなんだけど、そのさらっとした着こなしがすごい可愛くて大好き。あとはアメリア・グレイっていう女の子もすごい大好きで、この子もセレブの娘の多分偽モデルみたいな感じなんだけど、この子も大好き。こんな感じで、みんなもなんか自分のスタイルに近い人とかいたら、そういう人を参考に自分のお洋服のスタイルに組み込むっていうのもいいんじゃないかなって思います。私はこれすごいやってる。2つ目は Pinterest を使う。これは結構私はすごい大好き。Pinterest 本当にヘビーユーザー、毎日毎日使ってるし、絵を描くときも使ってるし、お洋服を探すときとか、なんかインスピレーションもらいたいなってときに本当によく使うアプリで、みんな使ってる人多いんじゃないかなって思うんだけど、これ大好き。なんか1個好きな画像を見ると、それっぽいのをドラーンって表示してくるの。自分の好きなスタイルが見つけやすいから、とても良いです。自分の好きなインスピレーションにしてくれるから、勝手に AI かなんか知らないけどだからその服をコピーしてもいいと思うし、ボードって言っていろんな好きな画像を組み合わせて一つのくくりにできるんだけど、それを作るのもいいと思う。その服の形が好きなのかとか色が好きなのかとかが分かってくる。共通点が結構見えてくるから、私ってこれが好きなんだって分かるかなって思う。だから Pinterest 使うのすごくいいと思う。私はおすすめ。
ピンタレストに似てるアプリで言ったら、最近だと X も結構インスピレーション源になってるし、タンブラーって言って、X のちょっと前に結構流行ってた。今はすごく、今はレギュラーで使ってる人、海外だと多いかもしれないけど、日本だとそんなに聞かないんだけど、タンブラーもピンタレストみたいな感じで、インスピレーション源がすごい詰まってるアプリだから、私はすごい大好きで、よく使ってるかな。ピンタレスト、X、タンブラー。この3つをよく使ってる。けど、みんなにおすすめしたいので言ったら、やっぱピンタレストが一番いいかなって思うかな。3つ目、自分の好きな服の形を見つける。自分の好きな形、サイズを見つける。これはこの前の動画でも言及したことなんだけど、例えばミニスカートが好きとか、ハイウエストはあんまり好きじゃないとか、自分の好き嫌いを理解しておくことで、自分のスタイルが見つけやすくなるんじゃないかなと思うし、好きなお洋服を探しやすいと思う。検索もしやすいしね。私はローのウエスト、ローウエスト、腰で履くようなタイプのお洋服が好きだし、ボートネックって言って、これは結構詰まってるんだけど、こういう感じ、ボートみたいにこうちょっと平行目になってるトップスが好きなの。お洋服も結構ミニサイズでピチッとした服とか、ジャストな自分の形に合った洋服が好きだったりするんだけど、そういう自分の好みを自分で理解しておくと探しやすい、とっても。だからこれはいいと思う。超おすすめ。何が欲しいのか明確になるから買い物しやすいかなって思う。私はこれすごくおすすめしております。これが私のベストサイズだなって測ってみたりとかするとすごくいいんじゃないかなって思うかな。4つ4つ目は、無理にトレンドに追いつこうとしない。なんかおしゃれって言われる人にはすごくトレンディーなアイテムをたくさん使用してる人もいると思うんだけど、 TikTok とかでトレンドを見てみるともう本当にありえないぐらい早いのね。2週間ぐらいで次のトレンドになってるみたいなのがあるから、トレンドはもう本当に週替わりって感じなの最近は。私はトレンドを見るのすごい好きだし、こういうの流行ってるなって発見するのとか調べるのがすごく好きだからみんなに発信してるんだけど、それを絶対に取り入れないとおしゃれじゃないみたいな気持ちは本当に持たないでほしいというか、私は持ってないのね。自分が心地いいと思えるようなスタイルでいるのがすごく重要だと思ってるから、みんなはみんながどうかわかんないけど私はこれをおすすめしてる。トレンドな服をどんどん着るってもう本当にマネキンっていう着せ替え人形という気分になっちゃう気がするのね。自分の好きなスタイルじゃない。なんかその世界のトレンドに合わせてるから、自分のスタイルかって言われたらちょっと違うかなって思うんだよね。そのトレンドを見て自分の好きなスタイルだったら組み込むのはいいと思うけど、私は自分が心地いいと思える服を着ることですごく気持ちが落ち着くし、いい気分になるから、トレンドに追いつこうとしてストレスを抱えてる子がもしいたら、それはしなくていいんじゃないかなって思う。私最近 TikTok 全然見てなくて、というのも本当にトレンドのもうめちゃくちゃ変わるし、なんか心が疲れちゃうことが多い。もう情報が多すぎて。そうだし、比べることも TikTok を見ることで比べるっていう行為を行う。 TikTok を見ることで比べちゃうことがすごく多くなったのだから、もう前はすごい見てたけど全然最近見ないようにしてるけど、すごく心がヘルシーだから、ストレスをためないために TikTok とか目まぐるしいトレンドみたいな、そういう SNS からちょっと距離を置いてみるのもいいんじゃないかなって思います。6つ目はレイヤーをしてみる。いろんなお洋服をレイヤーって言って重ね着することで自分だけのスタイリングになるんじゃないかなと思っていて、これ着ねえなみたいな服あると思うの。私もめちゃくちゃあって、なんでこの服買ったのみたいな、なんでみたいな、私どうしたみたいな謎の服がクローゼットに奥にあったりするんだけど、半袖にキャミソール合わせてみたりとか、ワンピースとトップス合わせてみるとか、着ないなと思ってる服をガッチンって組み合わせて重ね着してみることによって新しくなる
これは自分のスタイルを作るにおいてとても手助けになる気がする。そう、自分のスタイリング、自分だけのスタイリングになる気がするから、お洋服を重ね着するっていうのもすごくいいと思う。私はすごい好き。様々なバッグを試してみる。バッグって、アクセサリー小物使いでその人のスタイルってすごい変わる気がするんだけど、バッグをいっぱい試すことによって、同じお洋服でも全然違うスタイリングになるから、バッグを変えるっていうのはすごいいいかなって思ってるんだよね。そう。タンクトップにジーンズ、超シンプルなお洋服だけど、そこに超赤のハンドバッグを試したりとか、それもいいし、なんかキャンパスのバッグでもいいし、すっごいちっちゃいバッグでもいいし、同じ服でもバッグをちょっと変えることによってスタイリッシュに見える気がする。私はバッグでその服の印象が変わると思ってるから、バッグは大事なアイテムじゃないかなって思ってる。同じバッグを使って、なんか自分のスタイルちょっとわかんないなと思ってる人がいたら、ちょっとバッグを変えてみるのはいいんじゃないかなと思う。8つ目は、差し色をうまく使う。カラーリンクと言われるらしいんだけど、これはこの前私が調べて知った言葉で。例えば、ポップなビビットカラー。これもちょっとポップかも。ピンクみたいな。これ緑なんだけど、ビビッドなカラーを、例えばブラウンとかブラックとか、そういうカラーにボーンって入れることによって服のアクセントになったりして、一気に楽しくて個性的になると思う。赤とかピンクとか、明るいビビッドな色を差し色にするのがすごい大好きで、それをよくしてる。最近だと私カラータイツが本当に大好きで、そう。ゴシップガールとかによく出てきた、ああいうカラータイツ。あと靴とかバッグとか、そういうちっちゃい小物を使うといいかなと思う。あとはヘアピンとか、ヘアピンとバッグを同じ色で揃えるとか、何か色を主役にさせると結構いいかもね。私はその服の作り方すごい大好き。最後に私が伝えたいの。自信。もうこれはね、一番大事。結局一番大事なんだけど、自信がみなぎってる人ってどんなスタイリングしてても、もう本当にちょっとへんてこな、傍から見たらちょっとみたいなスタイリングしてても、もう超自信満々で歩いてたりすると、あ、おしゃれあの人みたいな感じになるじゃん。そう。そういうなんか、自分の中にあるエネルギーが溢れ出てる人って本当におしゃれに見えるから、自分のものにしてるんだなっていうのがすごいわかるから、自信を持って、これ私の服だからよろしくみたいな感じで着ると、やっぱりその人おしゃれだなって思う。うん。スタイルとか話し方とか、すべては、うちのすべては外に反映されると思っていて、で細かいところとかも全部外に見えるものだと思ってるから、自分の中のエネルギーを育てる。私の中では自信は自分のスタイルとすごくリンクするものだと思ってるから、それも大切にしてるものの一つ。だから、そのお洋服を着て全然自分じゃないなと思ったりとか、心地よくないなって思う服は合ってないと思うから、そういう服ではなくて、自分が本当に自分でいられる服を着ることが自分のスタイルを見つける手段になるんじゃないかなって思ってる。こんな感じです。そう全部私がこうだなと思ったことをちょっと話してみたから、こういういろいろお話しした中で、これいいかもって思ったものは取り入れてくれたらいいかな。こんな感じ。終わり。上にファッションのトピック話したかもしれない。1ヶ月ぶり ?2 ヶ月ぶりとかそんな感じかな。でも、まだファッションについて話したいことはたくさんあるから、それもここの場でみんなと一緒にお話できたらいいかなって思ってるから、チャンネル登録お願いいたします。あとなんだろう。インスタグラムとかポッドキャストとか、他の SNS もやってるから、よかったらそっちでも会えたらいいな。私は来週、海に行くから、本当にそれが楽しみで寝れないです。みんなも夏どっか行くのかな。太陽と海を感じたいって感じ、最近。そう聞いてくれて、健康に気をつけて、ご飯を食べて、お水を飲んで、えーっと、うーん、自分の心地いい感じで、みんなが生きてくれたら嬉しい。では、ありがとう。バイバイ。